皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。前回、前々回とお届けしてきたマンション、集合住宅についてですが、動画を作成するにあたり調べれば調べるほど今後の展開が恐ろしい方向に進んでいるということが分かってきました。結果的に今回の動画を含め3回の配信になってしまいました。配信後、視聴者の皆様からのコメント欄を拝見すると、本当に色々な書き込みがあり、大変勉強になりました。このシリーズの動画の中で言ってきたことは、これはマンション、集合住宅に住んでいる人だけの問題ではなく、日本に住む全ての人に関わる重大なエッセンスが含まれていると思います。今回の動画は、マンション、集合住宅に住むことのリスクについて知りたい方、これから日本国民に襲いかかるリスクについて知りたい方にとって参考になる内容だと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、本題に入る前に前回の動画について視聴者の方からクレームがありましたのでシェアしておきます。その内容とは、その方が住むマンションでは管理組合と管理会社の関係は対等であり、居住者の属性は高いので管理費等の滞納も存在していない。そして私の動画に対して不安を煽っているだけだという内容でした。その方の住んでいるマンションではそうかもしれないのですが、日本全国に視野を広げれば色々なケースがあると思います。現在マンションや集合住宅にお住まいの方にとっては面白くない内容であることは間違いないと思います。もし前回の動画であたかも全てのマンション、集合住宅で管理組合と衝突が起きているとか、全ての管理会社が管理組合との契約を破棄しているというように解釈されるようなことを言っていたとしたらお詫びしたいと思います。一言欠けていたことがあるとしたら、大規模修繕工事費の見直しによる修繕積立金の値下げが実現している管理組合もあるということでしょうか。今後は配慮して動画作りに精進していこうと思います。ただご理解いただきたいのは、このチャンネルでは不安を煽る目的で配信はしておりません。世界や日本でどんなことが起きていて、それが我々にどんな影響、リスクが生じてくるかを私目線でお伝えしております。そしてこの動画をきっかけに視聴者の皆様に気づきが生まれ、違った意見が出て、より深く考察することにお役に立てればと考えています。少なくとも誰もがググれば出てくるような事実をもとに話を組み立てていますので、リスクがあるとするなら対策を考えるしかありません。もし専門家の方や情報をお持ちの方がいましたら、コメント欄にてシェアしていただけると多くの視聴者様が助かると思いますので、よろしくお願いいたします。では本題に入ります。今回の動画では3月4日に配信されていた Yahoo ニュースのオリジナル特集を読んで思うところがあり、動画を作成しました。本文のリンクを概要欄に貼っておきますので、興味がある方はご覧ください。その内容とは、東日本大震災から12年が経ち、石巻市の災害復興住宅の空き家化と高齢化の問題が起きている現状について取り上げたものでした。災害復興住宅は、東日本大震災後の2012年から、岩手、宮城、福島の被災3県を中心に3万戸弱が順次整備されたそうです。当初入居率は非常に順調で 95% 前後で推移していたそうですが、2020年から空き家と高齢化という問題が浮上したといいます。災害復興住宅の高齢化率は 49.2% と約半数になっているというわけです。それでも助け合いを合言葉にコミュニティを作り励まし合ってきたそうですが、流行り病の蔓延によって外出する機会が激減し、孤立、孤独という問題も顕著になっているというのです。これらについてどのように感じましたでしょうか。私はこの報道を受け何を感じたかというと、今後日本で起きてくる社会問題の一つのパターンを見たような気がします。どういうことかというと、日本という国を一つのコミュニティと考え、マンション、集合住宅のコミュニティとの共通項を確認していこうと思います。つまり居住者は国民であると言えるし、居住者の高齢化は日本の少子高齢化問題と似ています。管理費は国や自治体に納める税金であって、修繕積立金は公共工事予算というところでしょうか。このように置き換えることができるのではないでしょうか。もちろん、マンション、集合住宅に限った話ではありません。過疎化が進む地域でも同じことが言えますが、マンション、集合住宅の場合、複数世帯が同じ建物に住んでいるという点で、戸建てなどで形成されるコミュニティ、団地とは抱える問題はより大きいものになると思います。石巻市の災害復興住宅のケースでは、公営なので修繕積立金というものは存在していませんから、
空き家率が高くなったとしても居住者の負担金が上がることもないでしょう。それが民間だったらという話です。石巻市の災害復興住宅のようなケースが日本全体で起きてくるというのが少子高齢化問題の一つの側面だと思いますが、民間のマンション、集合住宅においてはこのようなケースが発生した場合はどうなるのでしょうか。日常の管理コストは住居人またはオーナーが支払っています。必要な経費は電気代、ガス代、管理会社の人件費高騰、消耗品すべての値上げによって減るどころか増え続ける傾向にあります。そこに今社会問題になりつつある経済困窮者の増加が加わると厄介な問題になっていきます。管理費や修繕積立金の未払いはある意味そのマンションの中での出来事です。それが前回動画でもお話ししたある段階を踏み法的措置のプロセスに進むと社会問題として浮上してきます。そうなると住宅ローンの支払い不能も合わせて起きることになるのでしょうが、似たようなパターンで発生した経済危機がリーマンショックでした。日本はバブル崩壊後30年以上平均年収が下がり続けています。多くの人が一生懸命働いても楽にならない状況で今回の流行り病とウクライナ・ロシア紛争の勃発です。しかも拡大、長期化の様相を呈してきました。私はこの紛争が領土がどうのこうのというレベルの話ではなく、アメリカによるドル支配体制に対する反発であると思っていますので、今まで普通にあったシステムが崩壊する、もしくは大打撃を受けることになると考えています。実はもっと深い事情もあることでしょうが、話が長引くので割愛します。ちなみに日本の住宅の需要と供給のバランスはどうなっているか調べてみると、平成30年の総務省統計局のデータでは総住宅数と総世帯数の推移が分かりますが、年々1世帯数に対しての住宅数は増えており、2018年では848万9000戸が空き家になっています。空き家とは廃屋を除いたアパート、集合住宅、戸建てや貸しアパートなどが含まれます。2018年のデータでは世帯数1に対して住宅数は 1.16 となっており、これは住宅が余っていることを意味しています。その空き家数の中でマンションや集合住宅の空室数を調べても確かな統計を見つけられませんでしたが、タワマンの売れ残りが多いという不動産関連サイトからの記事も散見されましたので、供給よりも需要の方が高いというわけではないなという感じはします。この背景にはタワマンを購入して後悔した点という内容で情報が出回っていることも影響しているのかもしれません。こういったマンションの空室情報を耳にするときにいつも思うことがあります。それは私はこのチャンネルで中国ウォッチの必要性を幾度となく伝えてきましたが、中国というのは本当に反面教師的な存在でありがたいと感じているということです。彼らはとにかく儲かると思えば全力で突っ走ります。そのうち過当競争になって業界自体が崩壊するということがどの業界でも関係なく起きています。住居の建築で言えば中国は40年間で6億棟も建造したと言われています。この数字は決してオーバーではなく、住宅建設部が3年の月日と延べ500万人の人員を投入し国勢調査を行って出た数字なのでデタラメではないと思います。これは戸建てもあればタワマンもあるので内訳までは分かりませんが、全て戸建てとして考えた時に1世帯3人計算で18億人分の建物を建てたことになり、仮に6億棟のうち1億棟がタワマンだとして試算したらどうなるか。1棟に100戸あるとすると100億戸あることになり、家族3人で計算すると300億人分、戸建て5億戸で15億人分、合わせて315億人分の住居を建てたことになります。世界のセメントの7割を消費し、世界中の森林を破壊して、日本においては建築資材が高騰したという悪影響もありました。ではその中国の不動産業界はどうなったか。鬼城と言われる新築されてから一度も入居されることなく廃墟になっていった建築物は異常とも言える量です。そして空き家だらけの高層マンションに住み、メンテナンスなど全くなされていない、エレベーターも止まってしまっている状態で住んでいる住民もいるのです。こんな問題が顕在化し、今中国では実質不動産バブルが崩壊し、これから経済システムが崩壊することになると思いますが、このリスクも我々日本にも降りかかってきますから覚悟しなくてはいけません。もちろん日本の不動産事情や状況というのは中国とは内容も規模も違いはありますが、供給過多という点で共通しています。日本の少子高齢化問題は内閣府の日本の50年後の将来推計によりますと、2060年には人口が8674万人となり、2.5 人に1人が65歳の高齢者となるそうです。しかしこの将来推計値は
今回の流行り病と注射の悪影響によってかなり前倒しになるのではないかと個人的には感じています。超過死亡者数の増加も話題になっていますが、これらの問題は今かなり議論を呼んでおり、私の知り合いでも病気もなく元気だった人が急に亡くなってしまったという人を数人知っていますが、状況証拠から見て明らかにお注射の影響だと私は判断しています。これらのことは日本で普通に暮らしていたら何が本当なのかさっぱり判断がつきませんが、海外の情報を集めるとすごい事実が数多くあります。特に最近話題なのは、現在のフロリダ州知事で次期アメリカ大統領候補になるであろうロン・ディサンティス州知事は、お注射のことを生物兵器と断言しています。あのお薬を作っている会社も数々の事実が暴露され、莫大な損害賠償金の支払い命令を受けています。私はテレビを一切見ないので分かりませんが、日本では報道されていないのかもしれません。話がそれてしまいましたが、日本の人口減は予想より早まると思います。今述べてきた背景の他にも、女性が不妊になるような低用量ピルを常用している女性も多いと聞きます。まさにそれを助長するようなクリニックのサイトも見受けられます。そしてウクライナ・ロシア紛争が長期化することを決定づけるような出来事も多々起きています。このようなことで食糧危機は引き起こされ、多くの人が恐怖を刷り込まれ、コオロギを食べさせるようにしていくのでしょう。さらには2024年に新札発行も控えています。政府はキャッシュレス化を進める一方で、なぜ新札発行をするのかと疑問に思いませんでしょうか。私などは昭和21年に行われた財産没収の布石にしか見えないのですが、皆さんはどのように感じていますでしょうか。手法が全く同じなのです。違うといえば、当時の政府は外貨建ての借金がすごかったのですが、今の政府はそれはなく、むしろ今回の円安によって数百兆円の利益も出していると専門家が指摘しています。しかし財務省は年々日本の借金は増加していく一方で、増税はやむを得ないと言っています。これを詐欺と呼ぶのだと思います。ウクライナにも1兆円の支援をしましたよね。政府は一体何をしているのでしょうか。こうして改めて私たちを取り巻く社会情勢というのは大きな問題だらけで、どれをとっても社会に致命的なダメージを与えるものばかりだと思います。本当にどうすればいいのか頭を悩ませますよね。いかがだったでしょうか。今回取り上げた問題と現状起きていることは正直誰にも止められないと思います。では私たちはどうすればよいのでしょうか。残念ながら特効薬はないと思います。経済的に困窮している場合、なんとか収入を増やそうとすると思いますが、そういう人たちを待ち構えて罠を仕掛けている輩も間違いなくいます。水辺に来る草食動物を待ち構える肉食動物と同じです。手っ取り早く儲かる話は間違いなく来ると思います。私はこれだけ儲かっているという口コミです。これらは詐欺の常套手段です。確かに入金はされていても蒔絵と思った方がいいし、振り込みがあったというスクリーンショットを信じてはいけません。スマホや PC での数字は簡単に捏造できるからです。状況によっては損切りという発想も必要かと思います。この値段で買ったのにこんな安い価格では手放したくないという執着も事態を悪くするかもしれません。必ず専門家の意見を聞きながら最悪の事態を想定して何がベターかを考えることが必要ではないかと思います。今回取り上げた石巻市の災害復興住宅で起きていることは、日本が迎える高齢化社会をイメージできることであるように思えます。そして災害復興住宅の空き家が増えてコミュニティが崩壊している状況と同じことが日本全国で起きてくると思います。空き家が増える要因は過剰供給された住宅事情、さらに生活が困窮したことで家を失って出ていった人たちや、突然命を落とした人などによって空き家の増加に拍車がかかると考えられます。2023年は本当に多くの試練が待ち構えていると言われていますが、少しでも可能性があることなら対処法を検討しておくことは急務であることは間違いありません。経済的に大変でも食料備蓄は必ずした方が良いと思います。最低でも1年、まさに生き残りゲームのようになってきました。ぜひこれからも視聴者様にとって有益な情報、考えるきっかけになるような情報をお届けしていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。